ね、記憶データたちの伝送とともに、私たちもアークを出て、次の世界に行きましょう。という感じで、エラーを起こしてバグだらけになったアークに閉じ込められました。今回からは、そのエラーによって生まれた敵と戦っていくぜ。ちなみに、新たな調査団員も多数いるわ。お楽しみに。それじゃあまずは、今回戦う敵の情報を共有しよう。絶望を抱きしろの、セレナ。HP は387。同じ階層、同じ条件のギャンブラーナール班が500であることを考えると、あまり高いようには見えないだろう。見かけ上は。見かけ上はって、何か能力があるの？ああ、かなり厄介なパッシブスキル、暗月の帳、こちらがバフ、デバフを得るたびに、シールド3を得る。さらに、そのシールドはクリティカルダメージを 70% カットする。これなら多分、ナール班よりも総 HP は多いだろうな。あいつはギャンブルで勝てばダメージ増加するし。それだけではありません。ある特定の方法以外でセレナを倒してしまうと、怒りを燃やす者、ヘリア。彼女との連戦になります。体力や手札もそのままの状態なので、セレナに削られていると勝ち目は薄いでしょうね。HP は同じく387ね。ヘリアと戦うことになった時点で、かなり苦しい状況に違いないわ。ヘリアの能力は、単純な超火力だ。あの知らぬいの方がマシだと感じるレベルで、受け切ることはしなんと言える。ちなみにこの特殊なヘリア、なんと戦闘開始時は、こちらの味方になります。それがなんで戦うことになるんだよ。特定の条件を満たすと、ギミックが変わる仕様なんです。一つ目、ヘリアのスキル以外でとどめを刺すと、ヘリアとの戦闘になる。つまり、うまく HP を調整して、ヘリアにラストアタックをさせればいいわけだ。そして二つ目、仲間になったヘリアが戦闘不能になると、セレナが超強化されてしまう。どれぐらい強化されるかっていうと、こんな感じだ。ヒーラーの火力じゃない。全体攻撃強すぎんだろ。とにかく大事なのは、この二つの条件を満たしてはいけないということです。そうだな、絶対に満たしちゃダメだ。ああ、絶対にダメだ。嫌な予感がするわね。はい、今回は動画のために、こっち、ヘリアとの連戦を行います。やっぱりか。まあどんだけ強くても、知らぬいと同じくらいだろ。私たちなら楽勝だな。嫌な予感が。それでは、黒い霧に飲まれた調査団員に、引導を渡しに行きましょう。戦闘開始。ヘリアを殺す。そして私たちは一つになる。セレナ、お前は最初から存在しちゃいけなかったんだ。おい、誰も手を出すなよ。もし破ったらお前らを焼き尽くすぞ。ここで教えてくれてるわけか。ってあれ、HP が効いてた話と違うんだが。呪われたボス。行動回数が増えて、ステータス上昇効果も得ているわ。これが黒い霧に飲まれたものの末路か。雑魚に呪いがついただけで脅威なのに、とんでもねえ敵を引いたな。2、3階層後のボスに匹敵するでしょうね。しかし、こちらもかなり強力な布陣です。フルトワー。神の怒り。あれ、なんか硬いな。暗月の帳よ。もう砕いたけれど。ドーン。おこれこの火力。フルトワー。神の怒り。このように、前シリーズの神の怒り特化に加えて、ブレイドベール、あたしに任せて、の、反撃コンボも搭載しています。夢のコラボレーション。あれだけぶち込んでもまだ半分もいってないのか。通常ボスなら、あの3連撃で沈むレベルだからな。一応、セレナの基本行動を説明しておきます。一つ目、こちらに大量のデバフを巻く。これで暗月の帳を張るのか。なるほど、バフをかけなきゃいいと思ったが、セレナがめっちゃデバフを巻いてくるわけだ。二つ目、捨て札の一番上のコスト分、追加行動する。まあ追加攻撃の火力自体は大したことない。三つ目、デッキトップ3枚の中から、1枚のコストを、にアップする。何のメリットもない月の恵み、みたいなものね。四つ目、1コスト以上の手札を1枚捨てる。実はこの行動、ヘリア封じなんだ。今映ってるヘリアのスキルは、ターン終了時に、手札から自動で使われる。自分から使うことはできない。だが使う前に、セレナの攻撃によって、手札から捨てられてしまうんだ。ヘリアの攻撃で倒す必要があるのに、勝手に捨てられたら厳しいわね。そして5つ目、エクリプス。長引くと連打してきます。性能盛りすぎだろ。めっちゃ強いセレナもお見せしたいんですが、遊んで勝てる相手ではないので、何もさせず倒します。そういえば、セレナがかけてくるデバフって、どんな効果？バフをかけるとダメージを受けるの。こんな感じに。これ結構忘れて、致命傷になりがち。バフかけるごとにこんなダメージ受けたくねえ。さっさと倒して、ヘリアとの連戦と行こう。いつも通りの良い神の怒りで、瀕死まで追い込める。悪を滅せられて喜んでそう。反転エリアくん。あとは、こっそり育てておいた、天来先行で、とどめ。ああ、ヘリア以外で倒しちまった。セレナ自体は絡め手が多いから対処できた。けど、こっからは違う。こっちも、当然呪われてるよな。BGM が、止まった。ここからが、絶望の始まりだ。どう
して、私の唯一の幸せを奪った、許せない、太陽の炎に焼かれろ。速攻で殴りかかるプレッシェルさん。シリアスが台無しだよ。とはいえ、ここからが本番。このヘリアは、覚醒したセレナ並みの超火力よ。当然、エクリプスも撃ってくる。まともに受けたらまず全滅なので、アイテムでバリアを張りました。あとは治療者のポーションもだな。浄化バリア、ちらつく治癒、できるだけ防御を固めましょう。これを突破されたら正直どうしようもないが。うわー。なんとか致命傷で済んだ。それは無事なのかしら。イかれた火力してやがる。次受け切るのは無理かな。苦痛ダメージも使ってくるし。でも5連撃できそうじゃん。あれさっき使ったのにどうして。まあ使ってみよう。一発じゃねえか。騙されたな。とりあえずぶん殴っとけ。3連打お見舞いだぜ。一度使ったテーマデッキは、このシリーズ内では使わないと思います。つまり、神の怒りは見納めか。このシリーズだからできるデッキを作りたいな。もう虫の息なんだけど。こっちもね。これ、耐えきれるか？わからない。ヘリアの行動を止める術はないし、とりあえずできることやっとけ。そういえばヘリアの苦痛ダメージって。まさか行動するたびに入る感じ？まさか、自分から瀕死にしてどうすんだよ。それまずい。ミスチェーン、戦闘不能。あばばばばばばー。とりあえずリンゴを食べ。これやばいんじゃね？まずい。新しい苦痛ダメージは付与されてない。ターン開始時の苦痛ダメージじゃないから。危ねえ。新章だな。調査団員を敵に回すとここまで恐ろしいとは。これから先、ヘリアたち以上のボスとも戦うんだろ？マジで勝てる気がしないんだが。まだ一歩目、先のことはまた考えましょう。まず、一生。せめて、セレナと同じ場所へ送ってやろう。勝った、けどなぜだろう、数えきれないほど負けた気がする。次の探索から、あれをルシーに頼んでみよう。あなたたち4人が、新しい調査団員、アザールはまんじゅうって呼んでたけど、人だよね。アザールから実力は聞いてるよ。早速次の探索で、力を貸して。